はい。1週間ぶりのポッドキャストになります。ポッドキャスト始めてから1週間空いたの初めてじゃないかなと思います。1週間前もね、喋ってたんだけど、ちょっと鼻声で元気なんだけど、風邪ってわけじゃないと思うんだけど、まあでも風邪かな。ちょっとね、声が出しづらかったりして、で、今も100%治ってはないんで、でもあんまり咳とか鼻かまないようにして今日は喋り切りたいなと思います。だからちょっと途中結構止まるかもしれない。なかなかね完治しなくって、一回治りかけになったんだけど、そのタイミングで健康診断だったんですね。で、初めてバリウムを飲んだんだけど、胃の検査のためにそう自分で予約してバリウムやってみたいなと思って。でもなんかそれをインスタに載せたら、バリウムって一般的に35歳からやるって教えてもらって、あ、私早かったと思ったんだけど、まあやるに越したことはないかなと思って。ただやっぱね、喉がちょっと悪い状態でやっちゃったから、もうバリウム終わった後本当にもう涙が止まんなくなるぐらい鼻水と、あと喉がすごい腫れちゃったような感覚がして、もうやばいって思うぐらい、もうすごい泣きながらね病院を出たみたいな感じになっちゃったんだけど、どこもね痛くないんだけど、もう本当にちょっとバリウム相性が悪かったかな。辛かったですね、健康診断が。でもバリウム飲んだ後ってご飯食べなきゃいけないんだって。だからいやでもこんな喉痛い状態でご飯食べれるかなと思って、その後、一人でお店行ってお茶漬けみたいなのを頼んで、なんか泣きながら食べてる人みたいになっちゃったんだけど、そんな感じでフリーランスになって初めての健康診断、ちょっと辛かったですね。そこからまたちょっと風邪っぽくなっちゃって、で週末ゆっくり休んで今日月曜日っていう感じですね。はい。今日はね、前置き長くなっちゃったんだけど、お給料の上げ方について話したいなと思います。私先週 YouTube を撮ってて、メインチャンネルの方のね、ちょっと自分のポッドキャストも軽く紹介をしたんだけど、有益なこと喋ってますって言っちゃったんだけど、なんかちょっと笑っちゃって、私全然有益なこと喋ってないなと思って、今まで20回ぐらいやってきたんだけど、なんかアニメの話とか、あとなんだろう、もう覚えてないんですよ。そうだから、有益なこと話してますって言っちゃったから、ちょっとそういうこと話さないとなと思って、じゃあやっぱり私が今まで学んできて、で実際私もそうだし家族もそうだし、それで実際にお給料を上げて今まあまあ理想的な暮らしができてるかなとは思うので、やっぱ私なんかはもともとお金があったとかそういうんじゃないんですね。もともとはそうじゃないし、あとは自分の能力とかスキルもないし学歴もないし、それでもなんとかやってきて、主に SNS の力なんですが、実際上げることができたので、ちょっとそこをお話ししたいなと思います。なので、お給料上げたい人もそうだし、なんか今は別に満足してるしいいやと思ってる人もね結構いると思うんだけど、それ本当に長期的に見た時にそれでいいのっていうふうに思います。私もそうだったんだよね、5年前ぐらいまで。別に人並み平均ぐらい稼いでて、それなりの仕事、それなりの生活をしていればいいやって。で、それは家族もそうだし、と思ってたんだけど、やっぱり長期的に見た時にその自分の好きなもの買いたいとか好きなところ行きたいっていう欲はあんまりないんだけど、やっぱ家族とかなんかそういう人のために何かあった時にすぐにお金を使えるような人になりたいなとか、あとはやっぱりいいお家に住みたいなとか、そういうのをね長期的に考えた時にやっぱり今からやらないとダメだなっていうふうに思って、そこから動いたっていう感じなんだけども、お給料の上げ方ってねちょっとタイトル広すぎるって感じで、
結局会社員と会社員じゃない人でそれもまた変わってくるから、今回は、会社員のお給料の上げ方について話そうかなと思います。で、また次回ね、フリーランスとか起業家について話したいなと思うんだけど、まず共通してね、目標の立て方、それはどんな人であれ大事だと思うんだけど、目標がないとね、お給料上げるって言ったってどこまで上げるっていう感じなんだけど、でその目標の立て方も会社員とフリーランスで違うと思ってて、会社員は月いくら、年収いくらにしたいっていう目標の立て方でいいと思うんだけど、一方フリーランスは、いくらいくら稼ぎたいって目標を立てたとして、その金額ってフリーランスの場合よっぽどじゃなければ頑張れば達成できちゃうんだよね。でもこれだからフリーランスの方がいい稼げるってわけじゃなくて、相当大変です。金額によるけど、でも相当頑張って、大変な思いをすれば稼げますね、フリーランスっていうのは。そうだから、その目標の立て方なんだけど、だからフリーランスはいくら稼ぎたいじゃなくて、その金額だけを追っちゃうとすごく辛くなっちゃうんですよ。じゃなくて、どういう暮らしをしたいかっていうのを目標にした方がいいと思ってて、そのためにね、いくら稼ぎたいっていうイメージをするのはいいんだけど、例えば月100万稼ぎたいっていう目標を立てて、月100万円のために一生懸命やっていく、自分の身を削ってやっていく、本当にねこれ大変なんですよ。でもめちゃくちゃ大変だけど、休みなしで1日15時間ぐらい働けば方向性が合ってればいけるけど、本当に大変。そうなった時に、その目標を達成した時にすごく苦しいんですよね。でこれそんな稼いでない人からすると嘘だって思うじゃないですか。私もそう思ってたの。いや、稼いだら稼いだ分だけ嬉しいに決まってるじゃんって。なんかバディカの中野社長が、バディカっていう中古車販売のね、会社があるんだけども、年間の売り上げ、ちょっと数字忘れちゃったんだけど、ほんと何億みたいな、そういう目標を立てて、それを達成した後にうつ病になっちゃって、でもって思うじゃないですか。そんな金額を達成してもう桁外れに稼いでて、それで落ち込むってどういうことって。でもやっぱりやりきった後、そこに全力で頑張ってる時はもう落ち込んでるとか悩んでる暇はないぐらい頑張るんだけど、それを達成した後にその後どうしようって、自分は何のためにここまで頑張ってるんだろうと思っちゃうんだよね。だからお金じゃなくってどういう暮らしがしたいか、家族にいつでも、欲しいものを買ってあげたいとか、年に2回海外旅行に行きたい、月に1回旅行に行きたい、そういう暮らしをしたいっていう風にフリーランスは考えた方がいいと思う。はい。で、もうちょっとね今鼻が詰まってて喋りにくいんだけど、じゃあ会社員のお給料の上げ方について話しますね。だから会社員は月いくら、年収いくらっていう風に目標を立てます。で、会社員っていうのはもう稼げる天井マックスっていうのは決まっちゃってるんですね。これももちろん例外はあるんだけど、特に平社員って言ってポジションがない方っていうのはなかなか年収そもそも1000万っていうのは難しいし、600万っていうのも平社員では結構難しいかもしれないけど、いけないことはない。これは転職すればいけますね。やっぱり会社員って本当に私すごい会社員サラリーマンって私もやってたし、すごい好きというか安定してるし、もう健康診断無料で受けられるし、有給もあるし、あとやっぱボーナスっていいなって思います。フリーランスになってボーナスがないから。私も会社員やと日本語学校で働いてた時もね、ボーナスっていただいてたんだけど、普通にいつも通り働いてるだけで年に2回
日本語学校はね、4ヶ月分、2ヶ月分2ヶ月分が年に2回出るので、4ヶ月分ね、ボーナスが出たんだけど、これでも、ちょっとその年によって変わったり、若干変わったりはね、正直するんだけど、やっぱね、すごい嬉しかった。で、フリーランスになって、その嬉しさがなくなっちゃったから、やっぱり会社員ってよかったなって思うんだけど、つまり会社員っていうのは安定はしてるんだけど、お給料の天井も決まっちゃってるんだよね。で、じゃあ給料上げていくためには、本当一般的にも言われてるけど、転職と役職を上げる、あとは副業って言われてるよね。で、私の経験上、副業はね、結構難しいし、なんか SNS では副業って言うけど、本当に難しいですよ。だって1日出社してる人なんて、12時間ぐらい外にいるわけじゃないですか。で、よっぽどだったらもう朝早く起きてとか家帰って、やれる人もいるかもしれないんだけど、それで頑張って、例えばね、月数千円とか、なんかそれでもないよりはいい、すごいっていう考えもあるんだけど、よく考えて、月数千円って一回飲み会行ったらなくなっちゃうし、残業しても稼げるんですよね。となると、副業で目指すのはやっぱり5万以上じゃないと、それで稼いでるとは言えないって個人的には思っちゃいます。だから、でもね、なんか人の役に立てて、その対価としてお金をもらえる喜びっていうのもあるから、安いお金で働くのは意味ないって言いたいわけじゃないんだけど、でもこれもやっぱ長期的に考えた時に、その時間とその大変さ、やっぱ一日仕事で疲れた後に別の仕事をしてもらう分の対価としては見合ってないんじゃないかなって、私も副業をやってた時に思いました。でも副業っていろいろあって、ライブ配信とか、私最初の副業ライブ配信だったんですよ。それは本当楽しかったし、楽しいがメインで、お金ももらって、でそこで会社員しながらでもできるなと思ったけど、でもライブ配信は、4ヶ月ぐらいで実際はやめました。でその後 SNS の副業やったりしてね、やってましたけども、実際やっぱ難しいとは思います。本気でやりたいんだったら SNS の副業とか、あと翻訳とかね、結構クラウドワークスで募集してたりするけど、そこのね、応募してとかやり取りしてとか、結局そういう時間もかかっちゃうからね。だから個人的に副業って言われてるけど、一番大変だと思います。ってなると、ポジションを上げるか転職するになるよね。で、ポジションを上げるっていうのも難しいじゃないですか。私なんかはこれは一番ダメですね。自分にスキルもないし、マネジメント能力もないって分かってるから、私、人を管理するっていうのは好きじゃないけど、多分できると思う。やろうと思えばできると思うけど、すごい気を使っちゃうタイプだから。でもどんどん上げていきたいって考えてる人はそれでいいと思うんだけど、ただポジションを上げていって、で会社員って毎年毎年昇給すると思うんだけど、そこでもマックスって結構少ないじゃないですか。毎月2万上がったとしても年間で24万、24万ってね、すごい金額ではあるんだけど、だからそこでコツコツ上げていっても100万上げるのには5年かかるんですよね。結構5年って長いなと思います。で、普通に求人サイトとか見れば、この役職で年収いくらってわかるんだけど、会社員で年収1億以上ってなると、やっぱり役員報酬、役員レベルじゃないと難しくって、本当に役職もあって、で経歴も長くて、日本の企業の場合ね、これ
やっぱりね、2000万とかだと思うんですね。でも退職金がすごい出たりはするけど、そこに行き着くまで日本って年功序列って言って、勤続年数とか年齢でね、お給料上がっていって、若い人がそれより上に行くのは難しい。基本的にはいけないって言われてるよね。そうなると若い時に年収を上げていくっていうのは結構難しくなっちゃうんだよね。で、次にやるべきというかお給料を上げるために最後は転職ですよね。転職は手っ取り早く年収を上げるのにはいいと思います。だって今じゃあ年収400万だとしたら、年収500万、600万で転職できるとこを、単純に探せばいい。もちろん難しいけどね。でも自分の実績とか何か特化したスキルとかがあれば、そこにマッチングする会社は見つかるから、そこでマッチングした際にお給料の交渉だよね。600万以上じゃないと申し訳ないんですが行きません。で、そうするとやっぱ今って人手不足だから、ただもちろんその人に見合ってればね、じゃあそれでっていうふうに企業は言ってくれるけど、やっぱそれは難しいなって言って交渉される場合もあるけど、600万って言ってたら、じゃあそれは550万になるとか、そういうことはある。やっぱり会社側も別に人事からしたら、人事の実績って採用することだから、年収いくらだとしても雇いたいんですよね。でも難しいのは、じゃあその人を取った時に同じ部署とかのその部長とかその上の役職の人がもしその給料より低かったら上げることできないですよね。新しく入る人に。部長が600万で新しく入ってくる一旦平社員で入る人が800万でって言ったら、それはやっぱ無理なんですよね。だから転職で年収上げるっていうのは仕組みは簡単なんだけど、理解できるんだけど、現実は難しいっちゃ難しいですね。で、結構、残業代とか、あとはインセンティブで年収を上げてる会社もあるから、でもそれは悪くないとは思ってて、それでもたくさん働いた分、その分見合ったお給料がもらえるんであれば、だから本当にお金を稼ぎたいと思ってるんであれば、そこは頑張んなきゃいけないかなと思います。よっぽどじゃないと、凡人が年収1000万とかってやっぱ難しいんですよね。なので会社員というのは、この3つかなと思って、私が実践したのは、私自身はでも副業だね。私は会社でお給料を上げることは無理と判断しました。自分自身が。社会人能力、社会に適合する能力が低いなっていうふうに最初から思っていたけど、その分抜きんでたスキルはあるっていうふうには自分でも思ってたから、そこを生かして転職はしていくんだけど、私はお給料を上げることを目的じゃなくって、在宅勤務ができるところっていうので転職をしてましたね。ちょっとはお給料はもちろん上がるところ、行くんだけど、そんな感じで上げてって、で、私の家族なんかも会社員なんだけど、家族って妹と夫の話をちょっとしようかな。妹はもともとフリーターで、そこから事務職の正社員になりました。もともとパソコンのタイピングもできない状態だったんだけど、練習して今はずっと家で仕事してますね。お給料がすごい高いわけではないんだけど、それでもフリーターの時よりかは年収として上がってるし、今はポジションも上がってお給料も上がってるみたいですね。それでもやっぱり会社員だし、まだ若いから年収いくらか私もわかんないんだけど、そんなにすっごい金額ではないんだけども、そうやってキャリアアップして上げていってますね。で、私の夫についてはちょっとあんまりね、会社名とかは絶対に言わないんだけど、でも転職して一気に年収を上げてました。もうその方法しかない。
その会社で、もともといた会社でポジションを上げていくっていう方法もあるんだけど、長期的に見た時にあと何年かかるなっていうのがだいたいわかるし、で、何年後はいくらっていうのが会社員で同じ会社にいるとだいたい見えますよね。そうなった時にもっと早く上げなきゃなっていうふうに思って、転職をしてました。で、いろんなところを受けてたんだけど、いろんなって言っても数個ですけども受けてて、最終的にとってもいい会社に行けて、私も今年一嬉しいニュースですね。自分のことっていうよりもやっぱり家族のことっていうのがすごく嬉しいので、今もねまだ転職したばっかりだから勉強しながらで大変そうだけど、でもお給料はすごく上がったから私も嬉しいし、本人がね何より一番喜んでると思います。ちなみに夫は外国人ですけどね、やっぱり一つのことを頑張っていって、一つのことっていうのは、彼の場合は営業です。営業を極めていって、で、語学は正直活かしてないですね。前の会社も今の会社も営業としては多分外国人は一人なんじゃないかな。SE とか他のところにはいっぱいいますよ。いっぱいいるけど、やっぱり営業で、さらに営業の中にもいろいろあるじゃないですか。ちょっと細かいことは言うとバレちゃうんで言わないけども、やっぱそういう形で上げていくのが会社員としては一般的というか、もうこの方法しかないですよね。はい。っていう、実績ありのお話でした。で、副業難しいって言ったんだけど、私は SNS の実績があったので、そこでの副業をして、で、やっぱりこれも一番最初に受けた案件を丁寧にやっていくっていうのが、これは副業もフリーランスもそうだよね。大事かなと思って、そこから継続してお仕事をずっと今もいただいてるので、そこが最初はたとえ報酬が低かったとしても一生懸命やるっていう。だから副業のいいところって、副業のお給料が低かったとしても会社員の方でメインでお給料もらってるから、別に生活の心配はない。だから副業で最初はすごい安いお金であっても引き受けるっていう。でもね、私は当時安いなとは思ってなかったけどね、自分の好きなこと、画像を作ったりとか SNS のお話をするだけでお金をもらえるっていう経験がすごい嬉しかったけどね。だからこんな感じでちょっとうまく説明できてたかなっていう感じなんだけど、最初に言えばよかったのは、でも言ったか。お給料を上げる目的を考える。違う。長期的に考えましょうっていう。ちょっとダメだ。頭も回ってない。お給料を上げることが正義ではないと思うのね、私も。それは5年前思ってた。でも今は、そんな稼ぎまくらなくてもいいんだけど、やっぱりお給料があるに越したことはなくって、でもそれがストレスによって得るお給料だったら、それは意味ないと思ってて、体壊したりとか、もうずっと元気がない、落ち込んでるとか、苦しいとか、それであったらもうお金を稼ぐっていうことの考えをやめた方がいいんだけど、やっぱりストレスなくお金が稼げるって一番いいですよね。だから私結構お金とか言っちゃうんだけど、やっぱりあった方がいいし、でもいろんなとこで言ってるのは本当にお金が一番ではないっていうことだね。本当に幸せイコールお金ではなくて、でもお金で幸せは買えるっていうのがもう私の人生での学んだことですね。お金があると嬉しいし、お金イコール余裕だから幸せなんだけど、でもお金じゃ解決できない世の中の悩みとか地獄ってたくさんあるんだよね。
たくさんではないか。私はたくさんではないね。でもやっぱ健康とかね、人間関係とか、そういうのはお金じゃ解決できないよね。でもある程度お金があれば、健康も人間関係も家族の問題とかそういうのもリカバリーとかちょっと改善はできるよね。ただもう全部解決するっていうのは難しいと思う。やっぱり考え方とかマインドっていうのを変えないと難しいですよね。人生、その幸せっていうのは。はい。ちょっと鼻が詰まってきたんでこれぐらいにしようかなと思います。会社員のお給料の上げ方はもうみんなも思ってたと思うんだけど、転職、ポジションを上げる副業ですよね。お金はもらうものじゃなくて自分で生み出すものじゃないと長期的に厳しいなっていうふうに思うので、一緒に頑張りましょう。私も今週も今日も頑張ります。それじゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。